こんにちは。PTA トリチャンネルの時間になります。今回ですが、エアラインニュースの時間になりますが、桜のシーズンにということで、今、外国人の方も最近はもう桜の時期に合わせて、だからね、日程決めるのも、ね、開花が早くなったり遅くなったりがあるから、大変ですよね。大変な状況で、とりあえず日本に来て、あと咲いてるところに移動するっていう、そういった方も中にはいらっしゃるみたいなんですけども、本当にホテルなんかも、この桜の時期に急激にね、あるホテルは上がったりとかっていうのも、というのもありますけど、ただ今ゴールデンウィークまでは、東北、例えば弘前の、青森県の弘前の桜なんかはゴールデンウィーク前ぐらいが、例年見頃になりますので、まだまだ桜最後間に合うと思いますので、ぜひ行っていただきたいなというふうに思います。ということで、今日は新しく海外の航空会社が、いろいろまた再開であったりとか新規に乗り入れとか、ちょっとそういったような話題を、中心にお伝えしていきたいと思います。佐久間さん、お願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは今週のエアラインニュースです。エルアル航空成田テルアビブ線を就航。エルアル航空は成田テルアビブ線を3月に開設しました。当初は2020年3月の開設を予定していたものの、新型コロナウイルスの影響で延期しており、成田発は木・日曜、テルアビブ発は水・土曜の週2往復を運航します。日本とイスラエルを結ぶ唯一の路線で、成田国際空港では第一ターミナルを使用します。機材はスタッガードタイプで、121配列のビジネスクラス20席、232配列のプレミアムクラス35席、333配列のエコノミークラス183席の計238席を配置したボーイング787ダッシュエイド型機を使用します。将来的には ANA とのコードシェア便やマイレージ提供も検討されています。はい、こちらのニュースですけど、イスラエル行ったことないですよね。僕もないんですよ。ぜひね、行きたい場所の一つになってて、これね、日本から直行便で行けるようになるということで、日本からの観光も期待されてて、聖地エルサレムも含めて、いろいろこの便が最初に成田着いた時、僕も取材に行ってきたんですけど、やはりぜひやっぱり1週間ぐらい旅行がするのがいいんじゃないかっていうふうに、この LR 航空の担当者の方とは話していましたけど、実はそのビザとかもいらないんですよ。そうなんですね。普通にパスポートと航空券さえあれば、我々日本人はイスラエルに入国することができるということなんですけど、ただ世界の中でもセキュリティが非常に厳しい国ですので、この成田空港の発着のゲートも専用のゲートで一応対応するということで、第一ターミナルの特定のゲートから出発をすると。で場合によっては荷物のチェックも、追加で行われたりっていうこともありますので、ただ普通に観光で行く場合にはその影響というのは特にないので、ぜひこの機会に行っていただきたいですし、意外とあとイスラエルからの訪日外国人っていう形で、そういったところの需要っていうのを取り込みたいというか、そういった需要があるみたいなので、よく言えば僕はちょっとANA と提携の方向らしいので、マイル提携をして、できればマイルを貯めてその特典航空券で行くなんていうこともできると思うので、ちょっとそういったふうになったら行こうかなというふうに思って1週間ぐらいゆっくりしたいですね。ということでちょっと楽しみな、航空会社ということで、ツアーなんかもこれからパッケージツアーで、特にシニアの方なんか、向けの出てくると思うので、そういうのも含めて活用していただきたいと思います。それでは続いてのニュースです。アエロメヒコ航空成田メキシコシティ線運航再開。アエロメヒコ航空は3月26日、コロナ禍で運休となっていた成田メキシコシティ線の運航を約3年ぶりに再開しました。成田メキシコシティ線はボーイング787ダッシュ8型機にて運航します。成田からメキシコシティまでは12時間45分のフライト時間になります。アエロメヒコ航空の強みは
メキシコ国内だけでなく、中南米へのネットワークで初便の乗客の顔ぶれを見てもラテン系の方が多く、メキシコやペルーの方がアメリカを経由せずに日本に来ることができる便として再開を待っていた人も多かったそうです。はい、こちらのニュースになりますが、これは運航再開ということで、はい、一回僕もちょっとこのアイロメヒコのレセプション東京で行ったことあって、なんか美味しいメキシカンタコスを食べさせていただいたっていう、いいですね、メキシコ大使館に、行きましたけど、はい、ちょっとそんなこともありましたけど、はい、メキシコもちろんいろいろそういうタコスとか含めてもそうだし、はい、あとね、中南米いろいろ、ジャマイカとか、そういったところの、海の方に行くにも、いいと思いますし、はい、あとは中南米、特に南米なんか行くときっていうのはアメリカ乗り継ぎだと、どうしても一回アメリカは必ず全員入国しなきゃいけないっていう原則ありますので、これがメキシコ経由だとそのまま乗り継げるということで、乗り継ぎ時間も短かったり、最近だとWBC なんかで、ある、解説者の方、里崎さんですけど、あと僕も仲良くさせていただいている文化放送の、斉藤和美アナウンサーで、Amazon プライムで解説された、シカゴで入国が2時間以上かかってしまって、そこからシカゴからマイアミに行く便が乗り継げなくて、結局シカゴで1泊して、翌日の便でマイアミに移動したっていう、本当30度、25度ぐらいのところに行くのにマイナスの気温の、シカゴで1泊っていうケースもある中で、やっぱり乗り継ぎ地で入国しなくて済むっていうのは非常に便利で、メキシコ経由で本当に南米、中南米行くっていうのはあるし、あと南米の方が逆に日本に来る時も同じで、同じというかさらに入国審査プラスビザを取らなきゃいけない。我々日本人はエスタ電子渡航認証システム取っとけば大丈夫ですけど、そういった意味で言うと、その人たちが日本に来るときに、メキシコ乗り換えで来れば、スムーズに移動できる。ここ同じ路線は ANA も成田メキシコシティ線飛んでますけど、そういった意味でもちろんメキシコに行くにもいいし、乗り継いで中南米行くにもいいという、そういったような、役目を果たしてますので、ぜひ活用していただきたいなというふうに思います。はい、じゃあ次のニュースお願いいたします。それでは次です。ANA国際線機内食事前予約サービスにワントレイの軽食も追加、不要も可能に。 ANA は国際線機内食事前予約サービスに軽食のクイック&ライトミルと機内食不要のノーセンキューオプションの選択肢を3月31日から新たに設けます。クイック&ライトミルはコースメニューを提供するファーストクラス、ビジネスクラスの欧米路線と一部のアジア路線を対象に、サラダ、サンドイッチ、デザートをワントレイで提供するサービスです。また、ノーセンキューオプションは国際線の全クラス、全路線を対象に、機内で提供するメインの食事を不要な人が事前にキャンセルできるサービスで、機内で簡単に食事を済ませたい人や、食事をせずゆっくり休みたいという要望に対応できるとしています。出発24時間前まで申し込み可能です。はい、こちらのニュースですけど、今フードロスの問題がいろいろ叫ばれている中で、もう食事をしない人は、その分をもう取り除いてということでとか、あとは軽食にすることによって、時間を短縮させて、メインの機内食いらないということがあるんですけど、これ機内食工場の取材ってなかなか普通の方行く機会は見学する機会ないと思うんですけど、ちょっと私も仕事柄、機内食工場行くこと、ちょこちょこあるんですけど、そうすると結構ね、アナウンスで、プラス2人ですとか、エコノミークラスプラス2名ですとか、マイナス3名ですとか、直前でやっぱり予約の状況が変わって、若干はもちろんその予備は載せますけど、でも、皆さんが思ってるほど予備はたくさん載っけてなくて、できる限りその予約の人数にギリギリまで対応させると。でも結局飛行機に乗って、いらないっていう風になっちゃえば不要になっちゃうので、そしたらもうその分は初めから載せないというところでの、部分で、ありますけど、やっぱり会食があったりとか、あと現地でグルメ楽しんでから飛行機に
乗るっていう方も結構いらっしゃるので、はい、でもとにかく飛行機はもう乗った瞬間から寝たいっていう方、いらっしゃるので、いらっしゃいますよね。そういった方なんかはもう機内食いらないですよとか、はい、あとはもうサクッと食べてもうすぐ寝ますよっていう、はい、そういったような需要をこういった形で事前にオーダーすることによって、フードロスをなくそうというか、それを最小限にしようっていう、取り組みですね。いいですよね。僕もだから香港と韓国の帰りはほぼ食べないので、現地でやっぱり直前まで、最後空港までこの店に行こうとかっていうのが当然あるので食も楽しみの一つですからね。なのでもう帰りの機内食すいませんけどもう飲み物だけで結構ですっていうのはやっぱりあるので、そういうのも初めからもうしておくっていうことっていうのはこういうのもいろんな意味でまたいいのかなというふうに増えそうですよね、これから。そうですね。こういった形で、逆にLCC は機内食を買うし、で大手の会社は原則ついてるけど、それをお金は戻ってこないけど外すことができるっていう、そういったような、役目というのが、出てくると思いますけど、でもね、こうやって国際線の機内食も含めて、こういう海外の話がいろいろできるようになったなっていうのが、すごい今で実感しながらちょっとニュースは嬉しそうですね、聞いてて、今回僕もちょっとマイアミに行ってその後ニューヨークで、結局ニューヨークにちょっと 2,3 日とどまってたんですけど、その理由っていうのは日本の仕事をテレワークをするのにやっぱり日本の平日に動いてる時間にやっぱり飛行機に乗るわけにいかないっていう実はそういう隠れた事情もあったんですけど、でも今もうね海外で普通にテレビの出演もできてラジオの出演とかいろんなことがもうできちゃうんで、そういった意味でイスラエルも行ってみたいし、メキシコもいいですし、ただね人によるんでしょうけど、僕の場合ちょっとねこういう不安定というかいつ仕事が入るか分かんない、感じでやってるので、現地でも仕事しなきゃいけないですけど、ゆっくりできる方はゆっくりしていただいて、仕事で並行してでも、テレワークができるから逆に出かけられるっていうのを、それをポジティブに逆に便利によりなった部分もありますよね。その辺も含めて、ということで今日はちょっと後ろは長めですし話しましたけどまたエアラインニュースをはじめいろいろ深掘りもしていきますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。